やってまいりました、YZF-R9 レビューのコーナーでございます。本日ね、丸1日、日中ね、乗らさせていただきまして、この車両をね、しっかりと乗らせていただきましてですね、本日あ、ちょっとごめんな、ごめん、ちょっと出発するわ。すぐ行くからね、なんかあるなー言うて、友達だけやからすぐ行くから、そうこの車両今からね、レビューしよっかなっていう話をしてるだけやから、ちょっと待ってね、今すぐ行くから、ね。ごめんな、ごめん。なんか売ってんなーって言って、そう、なんか無人販売所があったからさ、ちょっと気になっちゃって、ごめんな。さあ、走ってまいります。発表はいつだったでしょうか。モーターサイクルショーの時に出ていたので、今年の初めだったのではないでしょうか。そうから、今年の春以降、夏以降に発売しますといい秋になっております。嘘ではないから、嘘ではない、春以降って言ってるから、それは来年でも OK。私はね、このバイクね、最初の段階でね、納車ですねっていうコメントが来すぎたので、いやいや、ちょっと今回は納車、R7 の時はね、もうすぐ買いましたけど、今回はね、納車しませんよと、買う気はありませんよということを先にね、お伝えしていただいておりましたので、まさかね、皆さんね、俺がね、買ってるとは思わないかなと思うんですけれども、これね、レンタルなんでね、いや、どうって言って買ってるんでしょうはね、ちょっともう控えていただいてですね、排気量が近いね、ZF-R7、比較レビューとか、こいつのね、特徴を含めてちょっとレビューしていこうかなと思います。本日ね、8時間レンタルしてるんで、結構ね、距離も走ったんでね、いろいろ分かったこととかね、あると思うんで、気づきの点とかね。そうなんですよね。でもちょっとね、いろいろなね、最新バイクってやっぱ機能がついてるから、覚えきれてない部分もあるからね、ちょっと頑張って喋っていきたいなとは思うんですけれども。まずは R9 なんでね、排気量 888cc となっております。約 900cc の R9 でございますね。そしてこちら3気筒でございます。この YZF-R シリーズ初じゃないかな、多分。もうこのね、アクセル吹かした瞬間から分かるこの音ですよね。3気筒の音ということで、ここら辺も R7 と全然違いますね。 R7 2気筒なんでね、むちゃくちゃ音かっこいいな。音いいっすよね。むっちゃいい音してる。で一応馬力とか見とくと120馬力なんで、R1 は俺が乗せたやつ145かな。だからちょうどほんまに R7 と R1 の間ぐらいの馬力感。でもどちらかというと街中でもこう楽しめるようにトルク側に振ってる気はする。その味付けみたいなの加速を楽しむみたいな感じなんじゃないかなと思ったりはします。でですね、この見た目からいきますとサイズ感にちょっとびっくりしましたね。これ3気筒なんで横幅がねこうデブくなってるのかなちょっと思ったんですよ。 R7 よりやっぱ大きいやろと、さすがに。がなんとまさかの幅 705mm、長さは忘れた。 R7 と一緒です。1180やったかな、ちょっと忘れましたけど、長さ幅ともに R7 と同じとなってまして、R7 が出た時にめちゃくちゃちっちゃいと、下手し25よりもコンパクトじゃないみたいな感じでちょっと R7 出てたんで、それと同じぐらいのもうコンパクトさってことですよね。で車重が195キロですね。これね R1 の時は200キロ超えてたんで、 R7 が188キロなんで、わずかね7キロのアップということで、本日いろんなところにちょっと寄らせていただきましたけれども、各地でね取り回しとかね、駐車場止めたりとかいろいろ手で押しましたけれども、重さの違いほぼ感じないですね。で取り回しの時に思ったのは R7 のタンクってやっぱちょっと細長い作りなんですよね。縦長みたいな、ちょっと距離がシートが後ろの方についててみたいな。 R9 に関してはタンクがちょっとボテッと大きめで横幅があるみたいな。ホールドはすごいしやすい。こうやった時のね生地めちゃくちゃホールドしやすい形になってるんですけど、デメリットとしては取り回しする時にハンドルを前切りするとタンクに引っかかるという SS ならではの煩わしさみたいながちょっと出てますかね。 R7 よりかは見た目はそんな感じになっておりますけれども、あとはね、大幅な特徴としてはウィングレットですね。ライトの下に付けられてるこの羽みたいなやつ、ぬいぐるみ置けんちゃうがってぐらいのね台が付いてるんですけれども、こちらがね生えましたね。でっかい羽がねつきました。ちゃんと空力性能もね発揮しているらしく、もちろんね SS なんでね飾りでつけるわけないですよ。 R6 が一番空気抵抗ないよっていう車両やったんですけども、それを上回るね数値を叩き出しているということで。でも確かに R6 の顔もなんかそんなんついてたな。そうそう、 R6、R1 はねレースベースに近いんでついてますけどね、ウィングみたいなの、空力性能もちゃんとね備わっているというか、なんかさらにはるかに進化しているというこのカウル形状になっております。外観で大きなポイントってやっぱそこかな。やっぱこの R シリーズの目って言ったら細い目がついててさ、で丸いプチプチってライトが2個ついてたりとか1個ついてたりする形になってるじゃないですか。今主流は R7 とかから始まったど真ん中ライトですよね。これ125とかそのあたりの250
150とかも統一されて大体そんな顔になりましたけれども、 R9 も同じようにね、細い目と真ん中に1つライトっていう顔になってるんで、これはもうね今のこの YZF シリーズのスタンダードなのかなと思っております。外観のカウルで乗ってて思ったのは、あともう一つは耐熱ですね。耐熱、はい、もしかしたらね他の動画でもちょっと言ってると思うんですけれども、暑さを全く今のところ感じてないですね。大型バイクやのに、今ちょっと涼しい時期やからね、暑いなとは思わへんけど、その熱風が来てるなっていうのは分かるんですよ。 R7 でも熱風が来てるなって感じはしなかった。 R7 やとすごいゆっくり走るときは若干の熱風みたいなのが来るんですよ。まあそれでもだいぶ R1 が比べたら全然快適やなって感じの暑さなんですけど、 R9 に関しては今のところその風を熱風を感じてないですね。すごっ。まあそれがカウル形状、ゆっくりやと熱風を下に抜いて、それとかも横に抜いて、速くなるとやっぱ冷やさないとあかんから後ろにしっかり抜けるようにみたいなカウルの穴の作りをしてあるんですよね。そこを計算してあるというらしいんですけど、まあ確かに R7 真横に穴開いてなかったなっていうのは思いましたね。じゃあその穴があることによって暑さが変わってくるんや。分からん、まあそう書いてあったからね、理由としてはそれなんかなと思ってるけど、体感マジで R7 よりは暑いと思っててん。その R1 が暑かった思い出があるから R1 よりやと思っててん。だってもうほぼほぼ変わらんやん、 100cc ぐらいしか。 R1 よりやろなと。 R1 よりの暑さやろなと思ってたけど、全然 R7 よりっすね。そうなんや。なんなら R7 より暑くないかも。それはすごいな、だって今日 R7 乗ってきて、R9 に乗り換えてるもんな。乗ってきた時だって信号でゆっくりこう走るやん。信号止まるなーってタイミングで減速するやん。ほんならふわっとくんねん、ぬくい風が。どうしても大型バイクになるとバイクからの熱がしんどかったりするけど、それはある。それを軽減できるカウルの作りになっているってことなんだ。そうですね。まあ外観で言うとそんな感じですかね。気になったポイントで言うと。であとは電子制御をしっかりつけてるって感じのモデルなんで、まあ R1 とかもそうですよね。結構電子制御しっかりついてるんですけど、ただ分け方で言うと勝手に自分の中でいつもよく分けているのは MT にもある車種とない車種で分けるみたいな。25とか R7 とかってどちらかというと MT にも同じような車種があって乗りやすい側の YZF、 R1 はレース用を街中にこう適用させたバージョンみたいなっていう、この YZF シーズンの中でも2種類あるという風に勝手に分けさせてもらってるんですけど、この R9 に関しては MT-09 があるんで乗りやすい側の YZF ですよね、分け方で言うと。でそこに最新の電子制御的なやつがいっぱいついてるんですよ。 R7 の時に関してはやっぱピュアスポーツみたいな感じで介入あんましないみたいな、もちろん ABS とかはついてるけどいろいろな他のセッティングは特に電子制御で介入しないみたいな、ライダーが全部自分で運転するみたいな感じのコンセプトでシンプルな YZF みたいな作りやったんですけど、こいつは全く真逆ですね。もうゴリゴリ装備です。細かいこと分からんくてもどういう機能がついてるとか、正直何も分からんくてももうハンドル周り見たらもう一目瞭然。もう R7 に関してはリセットセッティング、時計合わせるボタンみたいなのあるやん、あれしかついてない。に対して R9 はもうコントローラーみたいになってる。すごいよなそれ。十字キーついてんもん。面白いそれだけねいろいろ細かくね調節できるように、まあライダーをアシストするように、ね、ついててですね、特徴的なのが6軸 IMU やったかな、名前6軸のねそういうコンピューターによる制御装置がついてるわけですよ。それがですねもういろいろね調節してくれると。ブレーキコントロールで、あとはスリップのコントロールと、あとウィリーのコントロールとか制御するんですよね、バイク自身が。アクセルが電子制御スロットルなんで、このアクセルを開けるとワイヤーを引っ張って加速してるじゃないですか。 CBR ってワイヤーが引っ張られてブーンってなるじゃないですか。この場合もう電子制御なんで、このハンドルこれ回したらその機械がそれを伝えてるみたいな、物理的に紐引っ張ってとかじゃなくて機械が伝えてるから、そこをいじることは簡単なんですよね、そこに介入することは。だからもうそれ以外の電子制御機能ももう一定の速度で走ってくださいよっていうクルーズコントロール、それもついてるし、あとはねこの大型バイク乗るとやっぱり暴走しちゃって自分の自制心を保てない人がいるかもしれないですまあいますよね。いるかもしれないですか。楽しいバイクなんでついついね、そういう方にもマックス速度をね固定できる機能もついてるんで、いや素晴らしいアクセルをもう電子制御に持ってかれてるんで、最高の速度をね、例えば制限速度じゃあこの道50キロやなと、ここやって40キロですね、40キロやなと書いてあれば、40と設定すればですね、ボタン3、ちょっと3、4操作ぐらいいります。ここはね走りながらその速度に調整するんでちょっとねむずいんですけど、設定しちゃえばね、40キロって40キロって今40キロこう出しながら40キロのとこで固定するボタンを押せばもう40キロ以上出ないっす。アクセルがねもうそれ以上スピードを出
さないように勝手に機械がもう止めちゃうんで、クルーズコントローラーもほっとってもその速度出るっていう機能なんでね、そういう介入もできたりとかですね、言い忘れるぐらいありとあらゆる調整がついてるんですよ。であとはね、走行モードですよね。味付けをボタン一つで調節してくれる走行モードっていうのが、まあ他のバイクにもいろいろありますよね。これもね、もちろん R7 にはついてないです。最新のバイクやけど、まああえて外してるんですね、多分。今ストリートで走ってるんですけど、街中用のストリート、あとはスポーツね、こういうまあ峠やとスポーツモードにしてもいいのかもしれない。スポーツモードで、あとちょっと雨とかね、怖い時とかのためにレインモードっていうのがあったりとか、まあ、主軸はこの3モードで、あとカスタムでね、自分で細かく数値設定できるモードが2つ、カスタム1、カスタム2ってあって、もうそこもね、このでっかいね、電子メーターパネルでもうポチポチと設定しちゃえば、自分の好みのね、セッティングに調節できるということになってますけど、ちょっとスポーツモードに今変えてみましたけど、まあこれが果たして、俺に分かるのかという問題。でもレスポンス違うわ。このアクセル開けた時の。あ、そうなん？もう普通にちゃうかったわ今。反応早いわ。設定がね、マジでめちゃくちゃ細かくあるんですよ。5項目ぐらいあったかな。エンジンのパワーも調節できるんでね、1から4段階とか1から2段階とかで調節できるんで、あとエンブレまで調整できるんですよ。エンブレかかりにくい、あんまりかからないんですよ。めっちゃかかるようにするとか。マジで？まあそれをカスタムモードで自分の好みのやつを入れとけば、普段はまあストリートモードで走ってて、ちょっと自分のセッティングしたやつでこういう峠道とかね、走りたいなと思った時はもう介入全部予約したモードのやつとかね、ちょっと調整したりとか、まあいろいろね、いじれるわけなんですけど、いや面白いっしょ。なんか言い忘れてないかめっちゃ怖いけど、なんか言い忘れてたらちょっとテロップで入るかもしれんけど、あとはね、電子制御以外で言うと、もうこれも電子制御って言うんかもしれんけど、ウインカーっすね。音ちゃうわ。ちゃうくない？ほらわからん？ほら音ちゃうんやけども、気のせいこれ。でもこんだけ長く乗ってて、音ちゃうと思うなら音違うんじゃないですか。でもレスポンスはマジで一瞬で、その次アクセル開けた時に全然違かった動きが。なんかモードを長押ししたらね、設定できるんですけど、エンブレやろ、 LIF って何やろ、 SCS、TCS トラクションコントロールのこれパワーっていうのがあって、エンジンパワーまで調整できるんですよ。でこれ標準設定だとスポーツモードに設定しちゃえば、一番ねゴリゴリのサーキットモードになってるのかと思いきや、そうでもないんですよ。ちょっとストリートモードよりやっぱりこうワインディング向けなんかな、ちょっとストリートよりスポーツみたいなぐらいの設定内容なんで、もうガチでゴリゴリサーキットモードにしたい人はやっぱカスタムで全外しみたいな状態にするとか、こっちの方がいいかもしれないですね。であとクイックシフターですね。クラッチレバー操作しなくてもギアがね変えれるって、ペダル操作だけでギアが変えれるっていうクイックシフターなんですけど、上下両方ついております。これ R7 に関しては後付けはできるんですけどね、オプションで。あ、そうなんや。ただこのバイクに関してはもう標準装備、アップもダウンもクラッチレバーの操作なく、ギアチェーンできるということなんですけど、音の感じで、まあ大体俺適当にペダルやったらギア変わったんでいけるんですけど、そのギア変えるタイミングがですね、メーター表示の QS っていうクイックシフターっていうところの上に、上と下に上下の矢印が書いてあるんですけど、まあ、そこが緑色に光ればクイックシフター使えますよっていう。ああ、そういうお知らせもあるんや。お知らせあるんですけど、ちっちゃすぎるっすね、それがちょっとああ、見えへん。走ってたら見えへん。見ないね、これは。このクイックシフターの上の矢印を待ってギアを変えるクイックシフター使うことをしようと思って多分事故るな。チラチラ見ててもいけるから、でもそんなチラチラ見てるぐらいだったらギア変えるしな。だからなんかこのちょっとこういう上に白いポチョってついてて、それがピカピカしてもよかったかもね、25みたいに。電気制御やからそこまで自動でやってくれるのかな。そう、もうメーターに入ってるんで、すごいな。であとはウインカーがまあちょっとこういう左右別々押しタイプになってるのと、まあ、これ最新バイクで多いですよ。カチャカチャ両方動かすんじゃなくて、それぞれ押してもう一回押したら消えるタイプで、このウインカー一つにしてもちょい押ししたら車線変更用の短時間点滅のウインカーだけ出してくれる機能とか、3フラッシュして終わりやったかな。あとはウインカー出した後に15秒過ぎて 150m 走ってる両方クリアしてたら勝手にウインカー消えてくるんですよね便利すぎる。曲がった後消し忘れがないと。まあでも問題点としては、その右折レーンがめちゃくそ長い場所があった場合は、右折レーンに入ってそのままウインカー出したまま右で待とうと思ったらもう消えてたみたいな。ああ、消えちゃうな。150m 以上右折レーンがあって15秒以上経ったら消えちゃうんで、まあ、そういう場合ももしかしたらあるかもしれませんよっていう、そういう時はちょっともう一回つけてくださいねみたいな注意事項ありましたけれども、まあ、にしても便利ですね。便利やな、バイクってやっぱウインカー消し忘れるからな。でもその機能つけたらまあバカになるんやろうな、もう違うバイク乗った時にさ、もうずーっとつけっぱなしになるやろな、忘れるよな。だから結局クイックシフターついてても俺やっぱり普段レバー使ってるからさ、レバー使っちゃうもん。乗り慣れてきたらまあまあそうよね、めっちゃ便利って思うんやろな、そうすごいな最新のバイ
イク。そうね、すごいんですよ。でもこれだけじゃないのがこのヤマハのバイクたち。こんだけもう5インチのねこのディスプレイついてるわけですよ。ちょっと前の車の純正ナビですかみたいなぐらいのサイズのねこの、画面を活かしてですね、ヤマハのアプリがあります。 Y コネクトっていうアプリがあるんですけど、それ入れてリンクさせとけば、車両の情報、なんかそのオイル交換とかなんかそういう車両の情報とか、嘘、走ったルートとか、天気とかまで出るし、あとはやっぱ電話とつなぐんで画面にメール受信したこととか電話受信してることとか車やんもう表示されます。これはねこの車両がとかじゃなくて、もうその Y コネクト対応車種ならねみんなできるんですけど、あとは我々が持ってるそのガーミンっていう時計あったじゃないですか。ガーミン持ってるよ。ガーミンのそういうねナビアプリみたいなのもあるんですよ。それを入れれば、このスピードメーターのとこがナビになります。すごいスマホホルダーもいらんかもしれない。マジで？もはやスマホホルダーいらんかもしれないっていう盛りだくさん。やばない？やばすぎる。盛りだくさんです。もう盛りだくさんすぎて今日いっぱいメモして勉強したんですけど、忘れてることもまだまだあるかもしれん。これまだあるやろなあるかもしれん。ちょっと走りながら喋るのは難しいな。そうなんですよね。だから忘れてることもあるかもしれんけど、もうこれだけ盛りだくさんついてるわけです。これだけついてよ価格、税込み149万6000円ということで150万を切ってきました。900cc のバイクでございます。どうですかね、お得じゃないですかね。なんかちょっと安く聞こえちゃうね。俺のセールストークが安く聞こえちゃうんですけど、残念ながらねもう今年買えないんで生産台数300台に対して予約がねもうすでに、終わっているということで、まあねもう予約された方がね30日の納車日を迎え、それで終わりですね。次の来年、次期モデル待ってくださいっていう感じになりますね。もちろん電子制御の部分をピックアップしていろいろ喋りましたけれども、やっぱりブレンボのさブレーキついてたりとかさ、メッシュなんよねブレーキが。替え刃差すですよね。もうその辺のスポーツパーツみたいなものね、もういいのしっかりつけてますよと。むずいな。グリップヒーターはついてないんですか？グリップヒーターついてないですそれはついてないです。そっちじゃないかな。その快適性も確かにちゃんと出してくれてるけど、そういうことじゃないかなっていう。そっちじゃないバイクやもんな。そうだから速く走るための電子制御はいっぱいつけてますよっていう。それプラス乗り味もちゃんと調整して街中でも不快感なく乗れるようになってますよっていうところですよね。車線変更ウインカー機能はめっちゃ優しく押さないと反応しないなめっちゃ優しく押せば消える。ほんまに3回ぐらい点滅して勝手に消える。ただこれ頼りきんのはむずいな。ちょっとやっぱり確認しなあかんから、やっぱメーターを光ってないかなみたいな。そうやで、足つきとか全然言ってなかったけど、まあ全然不自由ないです。ここちょっと下り坂なんで片足しかつかないですけど、全然大丈夫やん。169ぐらいなんですけど、体重は体重はやばいでかきんやん。ちょっと幅広いかな R7。 どうなんかな分からんけど、実際シート高自体は R7 は 835mm なんですよ、に対してこいつ830なんで、数値で言ったらこっちの方がシート低いっす。でハンドルのポジションもほぼ変わらないというか、ちょっと楽なんかな、こっちの方がまだな感じになってます。 R1、R6 よりかは楽全然で、 R7 と近いぐらいやけどなんかちょっと楽な気がする。かっこいいね。お尻やっぱりすごいな形。お尻がさ2段鏡持ち仕様になってるんで、これだから消えるんちゃうかな。今こういう出し方するとウインカー消えへんか。でもそんな、そうやな、150m もあるさ、あるそんなことってあんま見たことない。150m もあるないかなないかもしれん。ここだって言うても50とかやろ。聞いてないもん、今ので大丈夫だったらまあだいたい大丈夫じゃん。大丈夫かもな。ちょうどほんまに曲がって 50m ぐらい進んだらぐらいで消えたら一番いいからな。消し忘れ防止やからな。勝手に消えてくれるじゃないからな。USB をここにつけてくれてはんのはね、つけてくれはったんですけど、純正でリアシートの中にタイプ C の差し口がついてます。便利やな。エンジンかけてる時だけにしてねってことなんですけど、充電とかね使うのはなんか電熱系とか取るのそこ便利なのかな。そっから引いてば全然もういけるし、なんか言い忘れてるような気もするけど、どうなんでしょうか。さあいつ消えるのかウインカー。消えない。これぐらい走って、消えた消えたな。消えました。確かに消し忘れ防止にはなる。っていう感じでね、どうでしょうか。乗ってみた感じレビューしてみましたけれども、買えなくてもね、俺と同じような感じでそのレンタルで乗れるからさ、気になった方はぜひ乗ってみてもらえればいいかなと思います。ということで、じゃあこの辺で大丈夫ですかね。ほんまになんか言い忘れてるかもしれんけど、ほんまにわからん。めっちゃ喋ってんけどな。いろいろボタンついてるのは言った。
そうですね。ということで以上、YZF-R9 最速レビューしてみたでございました。以上ランページモンキーでした。じゃあじゃあもう走ってるそうなんや。走ってる時は抱きかかえやすいような形状に作ってくれてはるんですけど、取り回しの時に、ね、R1 と同じくですね、めっちゃ狭い。こうやって肘これが出っ張ってるから、やっぱこうなるやん、腕が。ゆうくん手長いのにな。ここで力入れるのめっちゃしんどいから、こうやって。 R7 はこれないから、もっと細いからな。確かに R7 ってめっちゃ細いよな。だからこの直立した状態でこうやらなあかんな、でもやっぱそんなに俺取り回しうまいわけじゃないから、やっぱどうしてもさ、こうなっちゃうよな、下手な人って。ちょっと体に寄せ気味になってさ、だからこう直立した状態でこう押さなあかんな。ちょっとむずいかも、 R7 よりはね。でもまあそこもいいところであるけどな。いや、このタンクの形めっちゃいいで。かっこいいの。うん。